こんにちは。新緑の緑にベガルタ仙台の仙と書いてリュウシェンです。今日はですね、皆さんに、僕の個人情報について教えちゃおうかなと思います。最近見出したよって方は全然なんか歌う人でしょぐらいの認識しかないだろうななんて気持ちもあったりして、結構エゴサとかしててですね、リュウシェンはなんて読むのとか、あとよくあるのがリュウシェンって性別結局どっちなのみたいなのに対して、リュウシェンはリュウシェンだよみたいなちらほら見かけるので、改めて僕の方からですね、僕はこういう人間ですっていうのをちょっと隅から隅まで教えられたらななんて思います。興味ある方はぜひね見てくれると嬉しいです。じゃあ早速いってみましょう。リュウシェンの生年月日は2002年4月16日生まれです。住んでる場所は今は東京都に住んでいます。バーチャル東京です。これすごくバーチャルっていうのが難しいんですけれども、知らない人からしたらバーチャルって何ぞやって話なんですけど、簡単に言うと次元が違うっていう感覚ですね。僕が今住んでるのが東京ではあるんだけれども、みんなの住んでる東京とはまた違うみたいな。例えばアニメの舞台になった名所みたいな場所に行ってもそのキャラクターに会えないのと一緒で、東京都に行っても僕に会えないみたいな、そういう感覚ですかね。伝わったわかりやすくない？これわかりやすくない？本名いやもうこれはもう言っちゃいます。千が緑です。たまに千川って言われるんですけど、正直もうどっちでもいいです。どっちでも読めるので。でも正式には千が緑です。これずっとね隠してはいたんですよね。そのネットリテラシー的な問題で、やっぱりその学校だったりとかが変な感じで特定されるのも嫌なのでなんですけど、もうなんか言うてその僕の所属してる事務所の公式ページになんか書いてあるんですよね。だからもういいかなと思って、僕が活動している名前リュウシェンっていうのは、ここの線が緑の緑と線の部分を取ってリュウシェンっていう風に、決めました。リュウシェンの性別はこれはですね、デビューしてからもう早2年経つんですけれども、内緒にしております。なんでかっていうと理由はいっぱいあるんですけれども、ずっと言い続けてるのが、例えばその僕が男の子って思って見に行ったら女の子だったとかだと、なんだ女かよだるっつって、それだけで応援をやめられるのすごいムカつくんですよ。僕お前が女だろうと男だろうと絶対に後悔させんぞっていう気持ちが若干あったりとかするので、もちろんその性別が男の子女の子どっちかに寄ってることによっての利点もあるけど、その不利点不利点っていうの不利とかもあるなというのをずっと感じていて、でバーチャルというかネット社会において性別ってあんまりそんなに重要な記号ではないのかなと思ったので、僕は活動において公開をしない方向にしました。なので一応性別はちゃんとあるんですよ。性別はちゃんとあるんですけれど、内緒だよっていう内緒だよっていう感じにしてあります。気になった方はね、ぜひリアルイベントとか、もっともっとね技術が進歩したら僕と握手とかできるようになると思うので、その時にぜひ確認しに来てください。リュウシェンの血液型は僕は A 型でございます、もうこれバリバリの A 型ですね。本当にありえないぐらいもうテンプレート A 型なので、部屋も綺麗にしておきたいし、ノートの取り方もめっちゃすごい丁寧に取るし、その A 型あるあるみたいなのにはすごく引っかかります。なので気づいたら周りがちょっとのんびり屋さんの人がちょっと多いかなっていうのは最近思いました。リュウシェンのフェチフェチか。でも僕は自分の手が一番好きなので、相手の手めっちゃ見ますどれどんな手してんのかなと思って見ますね。とか、あと所作みたいな、手の所作みたいなのすご
すごいとすげえが混じってすごいよってなっちゃったけど、すごい好きで、なんかメガネ直す時とか、なんて言うんですかね、わかるこういうやつみたいな、なんかそういうの見るの結構好きですね。ピアス開けた時期ときっかけ。これはですね、もうバリバリに恥ずかしいんですけれども、高校デビューで開けましたなので中学の時は全然開いてなかったんですけれど、その入学するぞっていう時に話題じゃないけど開いてっぞみたいな感じで、ちょっと自分を変えようみたいな、なんだろうな、ちょっと難しいんですけれど、なんか中学時代の自分がすごい嫌いだったんですよね。というかもう根本として僕自分のことめっちゃ嫌いなんですよ。いい人間だとは思えないので、そのよくみんなにもっと自分のこと大事にしろとか、自分という人間に自信を持ってっていうのは、僕自身が自分に自信がないから言うんですよね。だからこんな自分変えたいと思って思いついたのがピアスだったんですよねマジで僕100か0か人間なので、やることがすごい極端なので、なりましょう、バチバチに開いております。服のサイズ。服のサイズはだいたいフリーサイズと S サイズがちょうどいい時が多いです。でも大抵フリーって書いてあるやつかなを着てます。指輪のサイズ。指輪のサイズ、高校生に聞く質問いや、測ったことないよな。測ったことある？みんな指輪のサイズ測る経験あります？僕ないんだけど、どうやって測るんだろう。でもなんか細めです。細め。靴のサイズ。これはずっとなんとなくそのなんか男だ女だってガヤガヤしそうだったから、ちょっと避けようと思って言ってなかったんですけど、もうなんかいいかなと思って言っちゃいますね。24.5 ですリュウシェンの好きなタイプ教えて。好きなタイプか。これめっちゃ変わるんですよね、その時々で。順風満帆、何も支障がない生活を送っていたら、学校とか配信活動とかにおいて特に支障なかったら安定してる人みたいな、例えばなんだけどね、みたいな感じで、本当にその時々によってコロコロ変わるんですよ。だからいらない好きな人いらない、好きな人が欲しいみたいな、そもそもそれすらなんか定まらないみたいな。なんとも言えないんですけれど、やっぱりその僕は自分が未熟な人間ゆえ、その自分のことで精一杯になりがちなので、自分のお世話を自分でできる人だとすごい助かるのかなとは思います。僕に頼られても、僕はそいつのことを助ける前に自分のことで精一杯だしみたいな、そういう非常な人間なので、なんで結構人間と一緒に住むとか、あとなんか結婚とかしたいですかって言われるときにって思うのは、やっぱ自分のことで精一杯だから、まだそこまで考えられないなというやつです美容室にはどれぐらいの頻度で行く？月に1回行きます。こう見えて髪の毛がすごく難しいというか、すごいね、褒められるんだよ、形、頭の。なんだけど髪の質がちょっと難しくてので、その定期的に行くようにしてます。あと配信とかでエクステつけることも多いので、それぐらい行ってます。友達の数を教えてください。これ LINE でいいかな。 LINE ちょっと見ていきましょうね。数としては120くらい。公式のなんかあるじゃん、友達追加すると割引になりますみたいなのも何個か入ってるから、ちょっと正確な友達の数は分かんないんですけれども、大抵が今やってる VTuber、YouTube での活動で交換した人たちあるんですね。交換しましょうみたいな流れ、全然連絡取ってないですけど、なんでほとんど仕事の方です。成長です。いろんな人間と関われるようになったこの2年、褒められるべき。携帯に入ってるアプリを教えてください。これはね、言うてそんなに僕大量に入ってるわけではないですよ。じゃあせっかくだし上から見ていきますか。
1から .links っていう僕が所属してる1からの人たちが何時に配信してるかっていうのをこれで一括チェックできるアプリですね。これすごく便利で、僕も配信するとき誰々と被ってるかなみたいなのはここでチェックしてます。で、Gmail、YouTube スタジオ、この辺仕事関係ですね。フーディーとフューフューは自撮りするときに使ってます。で、下にあるダズカメラみたいなのも写真撮るときとか動画撮るときに使ってます。めっちゃねこれエモく撮れるんですよ。そうおすすめです。であと TVer は僕めちゃめちゃテレ東が大好きで、テレビっ子というかテレビ東京っ子というかめちゃめちゃ見るので、TVer とあとプライムビデオで映画を見たりとか、あと Spotify で音楽かけて TikTok たまに見てディズニー予約して最近 Spotify かけながらこの辺の漫画読むのすごいね、なんか俺は充実しているって感じるのでめっちゃおすすめです。でツイステとユーリーフのこれは処方箋だったっけかなは、僕これ素直な性格でしておすすめされたらマジですぐ入れるんですよ。アプリ知り合いからおすすめされて入れて、今ちょいちょい進めてるところですね。で便利ツールは仕事とかで使うやつ、スラック、ディスコードとかツイキャスとか入れてます。であと大好き UberEats 様、これは本当に最終手段としてたまに使う。背景はデフォルトです。一日のスケジュールを教えてください。朝6時とかに起きます。でそのまま Spotify で音楽流したりとか、流さない時もあるんですけど、そのまま学校の用意して7時半とかに学校に向かいます。学校生活をみんなみたいに、学生じゃない人はみんなみたいにじゃねえけど生活して、で部活にも何も入ってないので委員会とかがない日だったらもうそのまますぐに帰ってきて、だいたい4時半とかですかね、早い時だと4時半ぐらいにはもうすでに自宅にいます。配信の用意だったりとか歌の収録だったりとかをしますね。ここからが僕の配信系の活動の、仕事がスタートします。23時配信がある時だったら1時とかに寝ます。そしてまた次の日の学校に向かいます。カラオケ行ったら絶対に入れる曲。これはですね、実は言ってなかったんですけど、愛子さんのキスハグキー変更済みのやつを自慢げに歌います。これねすごくうまく聞こえるんですよ。なんかわかんないけど、僕のもうかっこつけたい時、もう女の子行った時はもう絶対に歌うようにしてます。好きなふりかけを教えてください。のり玉です。これはもうのりも玉も両方美味しいので、なんか語弊があるな。財布の中身を教えてください。現在所持金が6000円、小銭が607、なんか謎の国の硬貨も入ってる。銀行のカード、整骨院のカード、保険証と、なんかよく街とか歩ってるとたまにもらえるおしゃれなステッカー、あとタピオカ屋さんのポイントカード。カバンの中身を教えてください。いやーこれマジでね、僕財布しか持たないことめっちゃ多いんですよ。カバンを持つことが本当に稀なんですけれども、ちゃんとした服着てるときはショルダーバッグっていうの、なんか肩にかけてちっちゃいやつは持ちます。でその中に入ってるのはお財布、スイカ、鍵、最近鍵にねでかいキーホルダー、ぬいぐるみのやつつけたんですけども邪魔でしょうがない。あと携帯と薬用リップが入って、それだけだ。以上。楽器経験を教えてください。幼稚園生の頃にピアノを2年間やっておりました。パスワードでよく使う数字を教えてください。000000もしくは0416、これは誕生日です。付き合ってる人いますか？今はいません。いたとしても恋人できましたっていう風に言っちゃうと別れた時にめっちゃ
気まずくないですか？別れた時に別れましたって言わないと、あ、この人恋人いる人だってずっと思われるじゃないですか。なのでこれからも多分言わないです。でも僕はめちゃ自分でも思うんですけど、すごい都合のいい性格をしているので、自分が寂しくならない限り恋人はいらないなと思っちゃう人間なので、まあみんながいる限り、まあ恋人は作らないかなと思います動画見てくれてありがとうございます。僕のことちょっとは気になってくれましたか？もし気になってくれた方はチャンネル登録と、通知、Twitter のフォロー等々よろしくお願いします。他にも聞きたいこといっぱいあったらコメントとかで残してくれると嬉しいですここまで見てくれてありがとう。バイバーイ。